はい、すいません、僕の方がマイクのミュートしてたのを忘れておった。今聞こえてますでしょうか。はい、今大丈夫ですね。はい、OK です。とりあえず音は割れてないようですので、このままいきたいと思います。改めまして皆さん、ハイサイ、私、天の声をしております。今目の前にいる人とは別です。OBS、操作と、天の声を担当しております、マイマイ那覇、那覇市、人材育成支援センターの施設担当上原と申します。よろしくお願いします。はい。さあ、今回から本格的に配信を始めていくことになるんですけども、で、今回ですね、オンラインということで、本当はね、この会場、実はこの今会場なんですけども、マイマイ那覇、2階ホール、ステージからお送りしております。で、本当はね、ここでね、いろいろとね、子供たち呼んで、マイマイの夏休みっていうのをやりたかったんですけども、残念ながらやれなくてですね、皆さんご存知の、いわゆるコロコロちゃんがですね、はい、コロコロちゃんのおかげでですね、残念ながら、会場へ呼んでの、イベント開催はすることができませんでした。ただですね、我々そこではめげないということで、今回、オンラインで、初めて配信させていただこうと思っております。はい、ということでございます。ちょっと BGM の方は大丈夫なんでしょうかね。今、見えてますかね。ちょっと、コメント見てみて。聞こえてますということで、ありがとうございます。はい、ということで、今回の、はマイマイの夏休み、沖縄の、昔話、昔おもちゃ作りということでやるんですが、詳細についてはじゃあお願いします。はい、目の前にいる、キツネさんでいいの？それともねずこがいい？ねずこって言ってしまうと某漫画の方の引っかかりかもしれませんが、でもねずこにしましょう。はい、はい、じゃあ、ちょっとご説明お願いします。はい、ありました。皆さんこんにちは。マイマイの夏休み第1弾始まります。まず今回2本立てで行います。1本目ですね。古塚達夫氏によります沖縄の昔話、ただの沖縄の昔話ではありません。那覇の昔話になります。多分あまりわからないお話になるかと思いますが、今回これを聞いてみんなにお話ししてあげてくださいね。はい、2本目は昔のおもちゃ作り。これはお家にあるストローとか空き缶とかそういったものを使って簡単にできるおもちゃになります。今夏休みに入って家の中で結構退屈しているかと思うんですけど、それもちょっとした簡単にできるおもちゃを紹介したいと思います。以上になります。はい、OK ですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあということで早速ではございますが、ありがとうございました。大丈夫ですよ。はい。はい、狐のように去っていく。ということで、はい、では早速、1つ目の、配信1つ目のやつやっていきましょうね、プログラム。テロップ表示します。はい、ということで、1つ目の、プログラムは沖縄の昔話ということで、講師は古塚達夫先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、ということで、古塚先生は実は、このマイマイ那覇でも、働いてらっしゃってですね、僕と一緒に、お仕事をしております。ということで今日はね、古塚先生ね、すごいね、昔話とかね、面白い話いっぱい持ってるんですよ。ね、見た目ほら、ね、なんか仙人っぽいでしょ。ね、本当に仙人なんですよ。ダーンとね。ということで、もう仙人様のような古塚先生からどんな面白いお話が聞けるのでしょうかということで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、どうぞ。ぐすうよ中がなみら古塚達夫やびん。皆さんこんにちは、古塚達夫です。今日は沖縄の昔話
これからお話ししていきたいと思います。さて、まず最初のお話、昔のことやいびん。その頃沖縄は琉球といって王様が治めている国だったわけ。そしてね、ある時王子様が2人おったそうだ。そして長男王子、次男王子、2人おった。で、長男王子はこの頭はとっても力や頭いいわけね。だけどね、あまり喋らんかったって、もうとっても無口だった。次男王子は頭は普通でもおしゃべりは上手だったそう。そして長男王子はウハアラグスク A 方という人が教育係、そして次男王子はチキン A 方という方が育ての親みたいなものだったそうで、ね、ある時とても残念なんだけれども王様が亡くなってしまう。そしたらね、次の王様を誰にするか、新家の家臣たちがね、みんなでいろいろと議論しよった。ある家臣はこう言った。長男王子様はね、非常に頭のいい方だ。だからあの方を王様にするべきだ。またこっちの家臣は、いや、長男王子様はね、ほとんどおしゃべりにならない。おしゃべりにならないということはね、命令が聞けないじゃないか。だからよくおしゃべりなさる次男王子様の方がいいんだ。こう言ってね、もうカンカンガクガクしよったって。で、これを聞いていたつけんえ方はねよし、次男王子様の方が人気があるはずよ。だっておしゃべり上手だからなと心の中で思っていた。実はね、つけん親方はね、自分が育ててきた王子様を王様にして、そしてね、自分がとってもいい目に遭おうとしていたわけ。ウハラグスクエ方はね、困ったもんだな。実は私がいつもそばに仕えているから、長男王子様がどんなに素晴らしい方かよく知っているんだが、何分にもいつも無口。一言さえ話してくれればな、そう思っていたって。このウハラグスクエ方という人はマクトゥの人、とってもマットオーバーな人、正直者で、そしてまっすぐな人であったって。だから長男王子様をなんとか王様にして、仕えたいなと思っていた。でもね、この会議はどんどんこのつけん親方の推す次男王子様の方がいいんじゃないかという意見が大きくなっていったって。そうした時にね、ウハラグスクエ方が長男王子様に言ったって。王子様、どうかみんなの前で一言で結構ですから何かおっしゃってみてください。そしたらね、いつも無口だった長男王子が、おお、そうか、よきに計らえとみんなの前で言いよったって。もうこれにはつけんえ方真っ青。みんなもシーンと静まり返って、その後に大きな拍手が起こったって。で、長男王子様がそのまま王子様になったって。さあ、面白くないのはつけんえ方。つけんえ方というのはね、方言でチキンえ方というの、コッコッコのチキンじゃないよ、チキンえ方という、このチキンえ方がね、もう面白くないから、じゃあ長男王子様をね狙おうじゃないかと心の中で思いよった。そしてつけんえ方は王様が新しくね、この長男王子様が継ぐことになった、そのお祝いをします、私のうちにお越しになってくださいと言って、王子様を長男王子様招待するわけ。さあ、長男王子様もそれからお仕えしているウハラグスクエ方もそんなことは分からん、何を企んでいるかも分からんね。招待を受けたから、さあじゃあ行きましょうと言って
お城から出てきたわけ。皆さん知ってるかな。守礼門ってあるでしょ。首里城のそばさ、城西小学校の横よ。その守礼門をねくぐると左手にね石で作った門みたいなのがある。これがねその日安宇滝の石門、その日安宇滝というね神様のいる場所があったわけ。そこへね寛海門という門から出てきて王様たちが差し掛かると、真っ白な服を着たねこんなひげ生やしたおじいが出てきて「待てい!」と言って王様の行列を止めたわけ。王様の行列になんという無礼なことを。家来の者たちがねこの老人を取り押さえようとした。するとわっ、この老人ねえらい力強いわけ。そしてまた素早い。捕まらんわけよ。宇原ぐすけ方が「いやいやいや皆の者待て待て待て、ご老人なぜ王様を止められるか」尋ねた。そうするとねこの老人はこう言った。今付け家方はあなた方を招待すると言って、そしてあなた方が来てごちそうを食べてお酒を飲んで少し酔っ払ったところで王様を亡き者にしようとしてねえ今兵隊を隠しているよ。だから絶対言ってはいけないと言ったわけ。はて本当かどうかわからんけれども、宇原ぐすくえ方は 2,3 人の家来をつけんえ方のお家に様子を見に行かせた。そうすると屋敷の後ろの方で刀を持った者、弓を持つ者、槍を持つ者が控えておったそうだ。だから宇原ぐすくえ方はすぐに王様をお城に戻して、そして自分で兵を率いてつけんえ方の屋敷に乗り込んだ。つけんえ方、王様に対する謀反であるぞ。さあここでちゃんちゃんばらばらねえ、どうにか宇原ぐすくえ方がこの悪巧みを止めたんだけれど、あっしつけんえ方はねどっか行きよったって、つまり逃げたわけよ。でねあっちこっち探すんだけれどどうしても見つからない。困ったねと思っていた。そうしたらばもういい方という人が宇原ぐすくえ方、つけんえ方逃してしまったそうだね。いやいやそうなんだよ、もうあの男をね逃したらまたいつ謀反を企てるかわからん。困ったものだ。まあまあまあ宇原ぐすくえ方、このもういに任せてください。きっとお縄にしてみせましょう。そう言うとねもういい方は宇原ぐすくえ方にお願いした。明日から琉球の国中タバコは吸ってはいけないって、タバコは絶対吸ってはいけないとお触れを出してくれ。そこで宇原ぐすくえ方は国中にタバコを吸ってはいけないというお触れを出したって。さあその代わりねもういい方だけはタバコを吸ってよいということにしてあったそうだ。もういい方はね火鉢、こんな大きな火鉢、それとね竹筒を準備してね、この火鉢に竹筒を刺してね、この火鉢いっぱいにタバコの葉っぱを入れて、そして家来の者に2人に担がせてね、でこの竹筒でパーとねタバコを吸いながら首里の町をゆっくりゆっくり歩き寄ったって。さあ首里の町タバコ好きな人いるけれどみんなタバコ吸っていけないでしょ。そのタバコ好きのところにタバコの煙がプーカプーカ来るわけ。ああして吸いたいさ、ああタバコ吸いたいさとみんな思っていた。その一人はなんとつけんえ方、隠れ家の中にもねこのタバコの煙が入ってくるわけよ。そしたらもう吸いたくて吸いたくてしょうがない。それでもうちょこっとこう障子を開けてみたら、
自分も知ってる。もういい方がタバコ吸ってる。ああ、よし、もういい、もういいと声をかけた。もういい方は、おお、これはつけんええ方じゃありませんか。そこにおられたですか。いや、そなたの吸っているタバコ、その煙がもうたまらん。一服でいいから吸わせてくれ。そしてつけんええ方が出てきたら、はい、ここでおしまい、捕まってしまったそうです。それからというものは、長男王子がこの琉球の国を治めて、とても良い国になったというお話。はい、一つ目のお話はこれでおしまい。ではもう一つ、皆さんは麻戸っていうところを知っていますか？昔からある村の一つです。今はね、新都心に行く大きな道もできたりしていますけれど、その新都心に行く大きな道のすぐそばに小さな道があります。小さな道のことをね、昔から数字とか数字語というわけよね。この小さな数字はね、名城語の数字という数字があったそうだ。で、今も実はね、その名城語の数字っていうのがあるの。さあ、今はアスファルトも引かれているよ。けれどもね、昔はもう普通の、土の道だったわけね。さあ、ところがこの道よ、怖いことがあったわけよ。夜遅くなるでしょう。今日は遅くなったな。もう真っ暗なってるさ。あれ、何あれは。あれ、こんな夜遅くから豚が歩いている。どっかのお家から逃げたのかね。ブブブブブ、様子がおかしい。いや、こっち来るよ。うれデージなとん。わあまじむんいっさ。豚の妖怪であるわけよ。これ怖いよ。さあ、わあ大変って逃げよった。ある人はね、夜同じように遅く帰ってくると、酔っ払った、今日はお酒たくさん飲んで酔っ払った、いやこんな遅くなって困ったな怒られるなと言いながら帰ってきたら、ガー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 ぬがや、アヒルがうっさ、アヒルがいるわけよ。またこんな夜中からアヒルが歩いてる。どこから来たかな。そう思っていたら、このアヒルがわこっちに来るわけ。あっしゃうれデージなと、アヒルはマジムンやし。このアヒルもね、マジムンであるわけよ。妖怪であるわけよ。皆さん気をつけようね。夜からアヒラとかね、アヒルとか豚よ歩いてるでしょう。豚といっても大きな豚じゃない、小さな子豚。かわいいねと思っても近づいたらいかんよ。股の間からこれに通られたらね、命取られるわけよ。もう大変。こんなことがね、毎日続きよったって。それで村の人たちはね、みんな困っておった。夜からもう外へ歩けんね、これでは困るね、どうしたものかね。そしたらね、この名城側の数字にね、一人のおじいがおったって。このおじいがね、名城側のおじいと言いよったって。名城側というのはね、屋号といってお家のあだ名みたいなものよ。その人のお家があったから、この道も名城側の数字と言われるぐらい有名なお家。ここのおじいがね、この話を聞いて、マジムンが出るのか、よーし、このわしが退治してやる。いやみんながやめておけというわけ。おじいとマジムンでしょ。おじいが勝てるわけないさ言うのでね、みんながやめておけと言うんだけれど、おじいがまあと言って
まあ要は言うこと聞かんわけよ。しておじいが夜から数字を歩いてみた。さあそうすると向こうからブーブーブー、わあまあ自分が来よった。そこでおじいはね、わあま自分、お前アヒラにもなるそうだな。あれ、なんで俺が豚になったりアヒルになったりするってお前分かるのか。いやだってお前化けるのがとっても上手だろ。だから豚になったりアヒルになったりできるんだろう。いやまあそういうことだな。化けるのは苦手ではないな。ではちょっと聞くが、お前竜に化けられるか。おお竜かたわやすい御用だ。ドドーン。まあそれはすごいでっかい、見上げても頭がどこにあるかわからんぐらい大きい竜になったそうだ。おお立派なもん。マジムンはすごいな。じゃあ次は虎に化けてみろ。おおドドーン。今度はわあ虎に化けよったって。あらまあこれはすごい格好のいい虎だなしかしマジムン、お前さんがいかに化けるのが上手でも大きいものには化けられるけれど小さなものには化けられまいよ。いやー言ったな。ボンチュ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 今度はネズミに化けよった。ネズミいやしかしネズミがらいではな。小さいといえばほれお前もそこまでであろうが、もしそれよりも小さいものに化けられるというのであればらっきょうに化けてみと言って名城側のおじいが手を差し伸べた。そうすると町分は意地になってからよーしらっきょうぐらいポーンとネズミの姿かららっきょうになっておじいの左の手のひらにポンと乗り寄ったって。おおすごいのパッチーサビだ。マジ分らっきょうに化けたばっかりにおじいに食べられてしまいよったって。これで一巻の終わり。マジムンは翌日の朝おじいのプーになって出よったって。アンソーティトやたるはじやいびんどまたんやーさい。素晴らしい。いやーすごい面白いですね。これ一つ目のやつは、実際のお話。チーグー王というお話なんですけどね、はい、最初のお話は、チーグーっていうのは物が言えない人という意味です。で、モデルになった王様はいます。やっぱりいるんですね。はい。で、那覇の大綱引きの時、はい、支度といって武士の格好をした、西と東からそれぞれ出てきますよね。はいはい、この支度の一つがウハラグスク家方とチキン家方。有名なスター。はいですね。なるほど。そういうところがあるんですね。はい。ありがとうございます。ちなみに私一つ目のお話のところでタバコで出されるのタバコ吸ってる私タバコ吸ってる人間でございまして、よく気をつけないといけませんね。はいもごろを出しちゃいけないと。2つ目のやつのお話もあったんですけど、やっぱ面白いですね。なんか豚のお話だと、多分豚って結構ワーフルとかなんかそのあれがあるので、もしかしたらその関係もあったりするのかなこの話って思ったりしてます。昔はね、この沖縄のあっちこっちは今みたいに電気がないので
うん真っ暗でしょ、うんそういうところにはねいろんなヤダムンマジムンがいたそうです、その中でもね、生活に一番近い、どこのお家にも豚いましたよね、それから、アヒルもまあたまにはいる、でそういう中でこういうのがね夜中から歩くのはとても怖い、なぜかというとねこういうマジムンだから言うんだけれど、本当はね豚を放し飼いにしてしまったり、アヒルを放し飼いにしてしまったりするのは村のルールで本当はやってはいけないことなんですね、だからそういうことを戒めるためのお話だと思います。なるほど、分かりました。すごい昔話っていうのは結構実際にあった話とかを元にして作られたりとかしてることもあるので、非常にいいお話が聞けました、ということで、沖縄の昔話、一つ目のですねプログラム、講師は、古塚達夫先生でした。皆さん見てたら拍手をはいはい、ありがとうございました。はい、ということで、ありがとうございます。はい、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございました。では、続いてなんですけども、ちょっとですね、準備の方がございますので、一旦ちょっと、皆さんはステイということで待機画面にちょっと戻しておきたいと思います。しばらく、準備が整いますまでしばらくお待ちください。はい、ということで準備整いました。はい、では、改めてですね、2つ目のプログラムです。2つ目のプログラムはですね、昔おもちゃ作りということでございまして、ぽい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 、はいはい、昔おもちゃ作りということで、講師は、与座正夫先生にお越しいただきました。実はちょっとですね、テロップの方が、与座の「よ」の字がですね、ちょっと新漢字になってしまいましたが、大変申し訳ありません。旧漢字の「よ」になります。すいませんが、ちょっと、パソコンの関係上、こういう表記になってしまったことを申し上げます。ということで、改めて、昔おもちゃ作り、講座の講師の、矢沢先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ファイルトンボ、こういうファイルでできた竹トンボ。昔は竹を削って一生懸命削ってですね、竹で作ったのが竹トンボなんですけど、今竹をナイフを持つのが危ないということでやってませんので、ファイル、これ100均ダイソーの方に行ったらこういうのがありますので、こういうのにこういう型をですね、型をこうどんどん変えていって作ると簡単にできるんじゃないかなということで、私たちが考えたファイルトンボです。ちょっと材料の方ですね、表示させてください。テロップの方で表示します。
はい、ファイルトンボの方、今、先生作業してるんですけども、ファイルトンボの材料の方は、ストローと、それからこういったファイル系のこのプラスチックですね。で、それからセロテープ等ということで、用意していただく必要があります。はい、というこことういうふうでに切りますと、またこれを細かくですね、こういうふうに切っていきます。で、先ほど見たこれと同じように、これ分かりますかね。切られているのとこれとこっち細いですよね。なぜ細いかって言ったらですね、ストローに入れる時ですね、太いと入らないですよね。ストローの直径が4ミリなんですね。だから4ミリぐらいに切ってくれると非常に効率よく入りますので、こういう感じで切っていきます。できるだけハサミを離さないようにですね、円のところはハサミを止めないでぐっといくような感じで切っていくとですね、結構きれいに切れますので、できるだけ真ん中の方はちょっと内側の方に、線の内側の方から切るようにですね。一応今、はい、材料の次にちょっとどういうふうな形でなっているのかっていうのをちょっとね、写真の方で撮ってありますので、大きさの方も書いてあるのでちょっと見えるかな。今先生今切っております。ちょっと拡大しておきましょうかね。こんな感じになります。はい。よっできるか。こんな感じです。ちょっと今映しますね。ちょっと待ってくださいね。はい。今先生が、切ってた、ものはこういうふうな、ね、4センチ、6センチ、4センチということで全部で14センチですか、ぐらいの大きさで、プロペラ状に、やってます。このような、形でやってで切ってもらえると助かります。はい。でこうして切ったやつを半分にですね折り曲げて、こうストローに差し込みます。もうこれで竹とんぼの竹とんぼ改めファイルトンボの出来上がりですね。こういうふうに曲げて、で右利きの人は右手を自分のところ、左手を反対の方にひねります。ちょっとひねりを入れると竹とんぼの羽の角度がついて飛びます。ちょっと先生もう一度手に持っていただいて、はい、こんな感じです。ちょっと見えますか？はい。ね。はい。ちょっとこういう感じです。はい。じゃあ実際、じゃあもう一度ちょっと飛ばしてみてもらいましょうかね。じゃあ、はい、きつねさん。きつねさんもちょっとやってみて。はい。飛ばせるかな？飛ばしたなんか下に落ちちゃったねはい。上に飛ばしたいときはちょっとひねってしばらくひねってからパッとやると上の方に行きます。おお、いけるかなちょっと難しかったですかね。よいしょ。あれ？飛ばし方のコツがあってですね、上の方に行くときはこうちょっと前の方に飛ばしたいなと思ってですね、こういうふうにちょっと倒してですね、こうしていくと前の方に飛んでいきます。いきますか？ああ、今行きましたね。はーい。で、最後これはちょっと難しいんですけど、ブーメラン戻ってきます。戻ってくるんですか？今はこうして飛ばしましたけど、これを逆にすると。はい、先生もう一回やってみてもらっていいですか？すいません。今ちょっと取れなかった。ですから普通これで飛ばしているんですけど、これ逆にすると逆回転になるもんですから、こうやって。ああ、戻りますね、確かに。さあ、きつねさんできる？おお、戻ってる。一応戻ってんな。おお、すごい。ああ、すごい。これで子供たちみんなで
誰の方が高く飛んだか、誰が遠くまで行かせたか、ブーメラン誰がうまく戻ってきたかを競い合うと楽しいのかなと思っています。はい。じゃあ2番目いきましょうか。はい。じゃあ2つ目の、1つ目がね、ファイルトンボということで、やっておりましたけども、次がですね、ちょっと待ってくださいね。でんでん太鼓、ということで、一応材料の方を表示しておきます。はい。で今表示されました。でんでん太鼓、作りということで、ちょっと今調整しますね。はい。はい、でんでん太鼓の材料の方は、ツナ缶ですね、ちょっと商品名言っちゃうのはまずいので、ツナ缶です。ツナ缶の空き缶、段ボールで、2つ作って、でタコ糸が25センチくらい、ということで、あとはですね、なんだっけ、ビーズですね、8ミリから10ミリぐらいの、ちょっとあれですね、少し言いにくかこうしておきましょう。はい。8ミリから10ミリの、ビーズの方、になります。ちょっと、拡大してみましょう。こんな感じ。完成品はこういう感じです。はい。ということで、では先生ちょっと、作り方の方を教えてください。はい。ツナ缶を準備しまして、そうすると、私たちは量をいっぱい作るもんですから、こういう感じで四隅に穴を開けておいてですね、これでこのバンドをはめて、アイスピン、ちょっと危ないんですけど、アイスピンでですね、で刺します。で上の方もこうやって刺します。で横の方も切って刺して、これに割り箸ですね、丸い方がいいですね。丸い割り箸をこうしてこういう感じで刺していきます。でこれにこのビーズをつないでいきます。この糸をこの穴に入れるのは大変ですので、そのために糸通しを私たちは考えてですね、こういう見えますかな。ちょっと手元を映しますね。こっちだったら見えるかな。ちょっと待ってください。はい。はい。今、はい、ちゃんと映ってます。針金でですね、こういうふうにつなぎます。で、この針金を通しまして、こういうふうに紐を通します。これを両方やりますね。横の方の穴に、針金を使ってタコ糸を通すという形になるんですね。そうですね。はい。こうやって通しましたら、あとはこのビーズの長さですね。だいたい缶の中心ぐらいをこうして測って、これでそこを縛ります。長すぎたな。はい、もう一箇所も同じように
はい、こういうふうに紐を通して外れないようにしてもらいましたら、あとこれ米の化粧箱ですね。化粧箱を丸く切ってあります。これをこういう感じで入れます。で、入れるときに外れてしまいますので、ボンドでこの缶の内の方にですね、先生、これは木工用ボンドでいいんですか？はい、普通のこれもダイソーとかでありますので。はーい。ここにこうしてやると、おお。でんでん太鼓の出来上がりです。はーい、すごーい。これってあれですよね。このぐらいのまあ大きいちょっと今、狐さん持ってもらってますけど、このぐらい結構いろんな大きさでも。そうですね。いろいろ作れますので、そして音の違いも試すといいのかなと思っています。なるほどですね。はい、すごい。いやー、すごかったです。はい、与田先生に、皆さん、ね、YouTube 見ている皆さん、大きな拍手お願いします。ありがとうございはい、ます。ありがとうございます。はい、ということでございまして、どうぞ、講師のお二人とですね、あと狐さんも一緒に前の方に並んでもらって感じです。はい、どうぞどうぞ。ちょっとお一人ずつちょっと感想でも聞きたいなと思っておりますので、少々お待ちください。よし。さあ、ということで、はい、さあ、ね、昔、はい、沖縄の昔話、それから、昔おもちゃ作りということで、それぞれ、先生方に、やっていただきましたけども、まず、沖縄の昔話、古塚先生、今日配信していかがでした？はい、皆さんがお家で楽しんでいただけるようにということでしたけど、皆さんの顔が見えないのがとても残念でした。今度はね、いつかまた一緒に、お話、できるといいなと思いました。そうですね、やっぱりね、こういったのって実際に本当は一緒に作りながらね、いろんなお話ししていきながらってやった方が一番いいなと思ってるんですけども、なかなかそれが、できないこともありますが、ぜひ皆さんね、本当にね、楽しんでもらえたらと。与田先生はいかがでしたでしょうか？昔おもちゃ作りということで、今回でんでん太鼓と、ファイルトンボということで作っていただきました。感想。はい、私たちも、まあ、こうしておもちゃ作りということよりリサイクル仕事関係上ですね、那覇市のゴミ収集とかいろいろやっていたもんですから、それでリサイクルおもちゃということで那覇の環境展とかですね、ゴミゼロの日なんか私たち毎回呼ばれて、おもちゃ作り、リサイクルおもちゃ作りということで、こういう缶でもおもちゃできるよとかですね、いろいろやってます。で、今年もですね、みんなと子供たちとみんなと作れるかなと楽しみにしてたんですけど、これが非常に残念で、まあでもこれで子供たちが少しでもこういうおもちゃに親しんでもらえたらなと思ってますので、本当に今日はありがとうございました。いえ、本当にありがとうございます。お二人に、もう一度皆さん拍手してください。はい、ありがとうございました。狐さん、で今回担当狐ということでやったんですけども、どうでした？楽しかったです。楽しかった？はい。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、以上お送りしてきたんですけども、マイマイ那覇は、那覇市の人材育成支援センターということで、産業人材、それから、こうしたですね、いわゆる公民館図書館がやっているようなそういう講座的なものもありますし、もちろん地域の皆さんに活用していただいてね、いろんなことをするという、そういう、居場所でございます。で、マイマイ那覇はですね、公式のホームページを持ってますんでね、下の表に表示してます。マイマイ那覇のホームページ、こちらの方でこちら貸し館業務も行ってますんで、ぜひね皆さんご活用ください。今後も一応公民館講座的なものをですね、できるだけちょっと、やりたいとは思ってるんですが、このご時世ということもあってですね、残念ながらちょっとなかなかね集めてっていうことがちょっと難しいんですけど、ただですね、我々としても転んでもただでは起きないマイマイ那覇でございます。なんで、一応ですね、マイマイ那覇で、今後、できるだけオンライン講座とか動画配信とか、行っていこうというふうに方向性で考えております。なんでね、その時のですね、最新情報についてはこのホームページももちろんなんですけども、はい、今表示してます。マイマイ那覇の公式ツイッター、下の方に表示してますので、こちらの方を、ぜひチェックして、最新情報を、仕入れていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、皆様、ちょっとね、約1時間ぐらいですね、の1時間弱か、40分、50分ぐらいの、なりましたけども、ぜひ次回、いろいろな、ちょっと企画やっていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしますということで、では最後は、皆さんでバイバイでお別れしていきたいと思います。じゃあすいません、お三方よろしいでしょうか。はい、では次回の配信もしくは動画配信でお会いしましょう。バイバーイ。